こんにちは、ジグザグチャンネルです。皆さんは、良い週末を過ごされましたでしょうか？今回も、ニューヨークの楽しいひとときをご紹介します。レッツゴー。今日は、マンハッタンの真ん中あたり、やや東寄りのエリア、ミッドタウンイーストへ行きます。地下鉄を降り、今日の目的地に向かう道です。午前中から忙しくトラック、タクシー、ブルドーザーが、なみなみと走っています。筒からもうもうと出る煙も、ミッドタウンでよく見かける光景です。ミッドタウンはビジネスや買い物で忙しい人が多いのですが、それもそのはず。なぜかというと、ショッピングで有名な5番街がありますし、ニューヨーカーも観光客も利用するグランドセントラル駅があり、さらにエンパイアステートビル、クライスラービル、セイントパトリック教会など有名な建物がわんさかあるからです。ちなみに、国際連合、UN の本部もこのエリアにあります。人混みの中を大移動する体力がないので、今日はとりあえずショッピング系エリアに集中します。この辺りは会社が多いのですが、ゆっくりとお昼を食べる場所が少ないので、持ち帰り専用の屋台のようなお店があちらこちらにあります。この屋台は人気なようで、お昼休みの皆さんが順番待ちをしていました。日本や韓国では、ここまで屋台が充実していないので珍しい光景ですね。このビル、ざっと見て30階建てくらいに見えます。窓磨きのお仕事お疲れ様です。皆さん、お仕事中はきっと下を見ないでしょうね。だって怖いですよね。今日のお昼、ご飯スポットに到着しました。摩天楼の中にさりげなくある公園、ベイリーパーク。1967年に建築家によってデザインされました。レイアウトはベンチ、椅子、小さなテーブルのみとシンプルです。小さな空間ですが、モダンなデザインのおかげで窮屈に感じません。人工の滝は都会のオアシスを演出しています。オーダーが出来上がるまで、レモネードとアイスティーで上をしのぎます。あら、スズメが、おこぼれをもらおうと、早速寄ってきます。とりあえず、水を飲むふりをして待っています。今日のメニュー、ハンバーガーとフィッシュバーガーです。食べる前に滝を見て、瞑想することにします。ザ・オフィス街でこの豪快な自然風の景色を見ながらお昼を食べられるって、贅沢ですね。届いたお昼は左の方に見えるザ・ランチボックスというお店で注文しました。多分、2度揚げされただろうと思えるほど、とてもクランチーなフィッシュサンドをいただきます。喧騒の中にいて、も、緑と水があると落ち着きます。アメリカ映画やドラマの撮影の舞台にもなった、元ビリヤードハウス。今はロッテホテルになって今、豪華な建築が見られると期待していましたが、工事中でした。残念です。青い空を見上げながら、少し歩いてニューヨークの象徴とも言える、グランドセントラルターミナルへ向かいます。ヘルムズリービルは、グランドセントラルターミナルを手掛けた建築家がデザインしたビルで、ボザール様式というヨーロッパに影響を受けたデザインだそうです。このように Google マップを通してみると、遠くからでもこの建物が見えるほどにパークアベニューのアイコンといえば、このビルです。また、この通りは夕方に散歩をすると、とても素敵なので、機会があれば、お試しください。この通りを抜けると、グランドセントラルターミナルが出てきます。グランドセントラル登場、上を見上げると素晴らしい星座の天井が見え、その規模に圧倒されます。この天井には、なんと2500個の星が描かれているそうです。想像を絶する世界ですね。建築のありと、あらゆるところに、芸術作品が施されているので、見どころはたくさんあります。また、この空間に佇んで、それらに圧倒される人々を観察するのも楽しいと思います。ここは、よく待ち合わせ場所に使われ、映画にも出てくるので、まさにニューヨークを象徴する場所の、一つかと思います。
例えば、スーパーマン、アベンジャーズ、アイアムレジェンド、エターナルサンシャイン、ステイフレンズ、レボリューショナリーロード、など、ここではご紹介しきれないくらい、数々の作品に登場しています。この時計台には情報窓口があり、列車時刻や路線情報、その他文からないことを質問できます。グランドセントラルターミナル内にある、アップルストアに寄ってみましょう。アップルストアといえば、どのロケーションに行っても内装が統一されている印象ですが、ここのはグランドセントラルターミナルの一角にお店が入っているという、とても珍しいケースです。ここでは、明らかな、アップルストア調のインテリアではなく、逆にアップルストアがグランドセントラルのインテージな内装にうまく調和している構造で、豪華です。大理石に囲まれたアップルストア、ここ一つだけなので、ぜひ訪れてみてください。彼方に見えるのは、ジーニアスラウンジでしょうか。私の携帯は今でも健全なので、修理に来るチャンスがまだありません。ついでに有名なグランドセントラルマーケットも覗いてみます。ここでは、お惣菜、ベーカリー、チーズ、お肉、果物など色々なものが売っています。それぞれの店構えが素敵です。とりあえず、一通りのお店を見てみましょう。私は大体このお店でヨーグルトやジュースを買うことが多いです。もちろんチーズだって買いますよ。こんなに種類が豊富だと、なんだか満たされた気持ちになりませんか？このバゲット、一度は食べたいです。今夜の夕飯はサラミ、チーズ、ピクルスの詰め合わせと種なし、オリーブにしました。カメラマンは、アメリカに来る前はチーズやサラミなんぞ食べたことがありませんでしたが、すっかり洒落た食べ物が好きになったそうです。キッシュも連れて帰りたかったのですが、次回の機会にします。高級チョコレートで有名になったマストブラザーズもあります。日本に行く飛行機で食べようと小さなサイズを購入しました。一息つきたいので、構内になるコーヒーショップに立ち寄ります。このお店の名前はグランピーコーヒーといって、日本語直訳では、ご機嫌斜めのコーヒーという意味です。お店のロゴは、まさに、怒ったコーヒー豆のイラストで、とても愛くるしいです。ここで、ちょこっと座って、数分休憩します。お茶の後は、5番街で少し買い物しようと思います。まずはノースフェイス。アメリカではここの店舗が一番大きなお店だそうです。毎回ディスプレイが豪快です。白いニット帽を試し着しましたが、綺麗に使う自信がないのですぐに戻しました。バイバイ。2階は女性と子供用品が中心に置いてありバックグラウンドの装飾も季節ごとに少しずつ変化します。このジャケットはリサイクル素材でできているそうです。普段はお財布の紐が硬い私ですが、このように環境問題に優しい品物は購入しても良いかなと思います。久々のアーバンアウトフィッターズ。だいたい10代から20代の世代に人気なお店かと思います。久々に来ました。ということは私はそこまで若くない、ということですね。とにかく、洋服から雑貨まで何でも、お手頃価格で売っています。レトロな音楽関係の品物が多いですね。2階は男性ものとセール品などがあります。わお、かなりサイケデリックなシャツがありました。
こちらには、LINE キャラクターである、ブ・ラウンもありました。ブラウンはアメリカでも人気なようで、これが最後の一点でした。お店に休憩できる場所があるので、ひとまずカバンの中身整理。たまたま見かけたチョコレートのお店に入ってみます。ラデはチョコレートで発音合ってるといいのですが、スイスから直輸入されているそうで、カカオから作られたとても質の良いチョコレートです。種類がたくさんあるので、贈り物にも適しています。店内で売られているトリュフチョコレートは、毎日お店で仕上げをしているようです。この段々が入っているチョコレートは、家族や友達を分け合って食べるのに、便利そうです。大きなカカオの後ろに見えるのは、量り売りのチョコレートです。希望の重さや大きさを伝えると、その通りにチョコレートをカットしてくれます。この棒のようなチョコレートの組み合わせが気になったので眺めていたら、カメラマンに取り上げられました。ということは、こちらは購入決定ということです。5番街を歩きます。道端に可愛いラルフローレンのコーヒートラックがありました。次回、寄ってみたいです。お向かいの通りにはセントパトリック大聖堂。ゴージャスです。5番街では、様々な有名ブランドがお店を構えています。例えばビクトリア・シークレット、ダイソン、マイクロソフト・コーチ・ルイ・ヴィトン。ドルチェ&ガッパーナ、アルマーニ。その他、皆さんが想像できる限りのブランドはこの5番街にあります。そしてトランプタワーまであります。夕方になったので家に帰ります。ミッドタウンイーストはとても範囲が広いですし、本日ご紹介したグランドセントラルは、それだけで映画が作れてしまうほど中身が濃いので、次の機会に改めてご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。